オープン AI の動画生成 AI 空、覚えてる？覚えてますよ。元気にしてるんですかね。死んだよ。皆さんこんばんは、タッツです。ハデリーです。今日もよろしくお願いします。ってことで今日は AI 通信です。今週の AI ニュースを6本まとめてお届けします。6本アモムー数えられないむ。大丈夫、アモムは楽しんでくれればいいから、早速やっていきましょう。まず一発目、オープン AI の動画生成 AI 空が終了しました。すっごく話題になったやつですよね。2024年末にデビューした。そう、わずか15ヶ月で打ち切り。なんでかというとね、さっき言った通り推論コストが1日1500万ドル、ざっくり22億円毎日ですよ、毎日。ブロッコリー何個分もかもうだ。一方でアプリの課金売上は累計で210万ドル、約3億円。たった2日分のコストにも満たない。赤字がすごすぎます。しかもディズニーとの10億ドルの提携も白紙。ミッキーマウスやダース・ベイダーを空で使えるようにする計画だったんだけど、全部パ。さらにチャット GPT のショッピング機能も方向転換してて、アプリ内で買い物できるインスタントチェックアウトって機能を入れたんだけど、ユーザーが全然買わないから撤退。オートネアイさん大丈夫なんですか？面白いのがね、これ見方によっては2つの評価ができるんですよ。一つは迷走してるという見方。動画もショッピングもダメ。クロードやジェミニを意識するあまり、自らレッドオーシャンに飛び込んでるように見える。でも逆の見方もある。かつてスティーブ・ジョブズがアップルに復帰した時、製品ラインをバッサバッサ切ってMac1本に絞ったんですよ。それで復活したんですよね。当時は指揮者も株主もジョブズを批判しまくった。アップルは終わったって。でも歴史がそれを的外れだったと証明した。サム・アルトマンが今やってることが正しいのか間違ってるのか、正直僕にも分かんない。でもまあそのうち歴史が証明するんじゃないですかね。2本目、アンソロピックとアメリカのペンタゴン国防総省のガチ喧嘩が継続中です。前にも話題にしましたよね。確かアンソロピック vs ペンタゴン時系列解説って動画でジョートさんとルエムさんが解説してます。そうそう、それ。わからない人のためにざっくり経緯を説明するね。アンソロピックっていうのは僕らが普段使ってるクロードを作ってる会社。ここがうちの AI を自律兵器と大量監視には使わせませんって頼んだ。そしたらペンタゴンがサプライチェーンリスクってレッテルを貼った。これ普通は中国やロシアの企業に貼るやつ、アメリカ企業に貼るのは史上初。さらにトランプ大統領が SNS で急進左派のウォーク企業だって全連邦機関からクロード排除を指示。ウォーク？目覚めた人って意味で、本来は社会問題に関心を持つ人って意味だったんだけど、今は意識高い系みたいにバカにするときに使われている。つまり悪口ですね。そうで、ここまでが前回の動画でジョートとルエムが話していた内容。そこから進展があった。なんと連邦裁判所の判事がサプライチェーン指定を全部差し止めた。判事の言葉がすごくて、アメリカ企業が政府への意見の不一致を理由に敵国扱いされてよいという法的根拠はない。 OL 的。裁判所が守ってくれたんですね。面白いのがね、この騒動でむしろアンソロピックの企業シェアが爆伸びしてる。初めて AI を導入する企業の 70% がオープン AI ではなくアンソロピックを選んでるっていうデータが出た。つまりね、ダメなことはダメってちゃんと言える企業が信頼される時代になったんですな。インフルエンサーの商品レビューもそうですよね。ダメなところはダメって言ってくれた方が信頼できます。アモムーはブロッコリーの悪いところ見つけることできないむ。全部のブロッコリーが良いむ。正直だからいいんじゃない？大切なのは嘘じゃないってことだよ。3本目、 AI 著作権関連のニュースが一気に来てます。これはクリエイターにとって一番大事な話かもしんない。
まず一番でかいのが、アメリカの最高裁が AI だけで作ったものに著作権はないと確定させたこと。確定、もう覆らないんですか？覆らない。ターラー V パールマターっていう訴訟、 AI システムデーブスが事実的に作ったアート作品の著作権を認めてくれって訴えてたんだけど、最高裁が棄却。著作権は人間の著作が要件ってのが確定した。ちなみにこの事件、前に僕らが出した動画、あなたの絵は大丈夫 AI 著作権2026で詳しく紹介してるんですよ。その時はまだ係争中だったんだけど、ついに決着がついた。経緯が気になる方はそっちもチェックしてみてください。あの動画で紹介した事件に決着がついたんですね。さらにメリアム・ウェブスター辞書とブリタニカ百科事典もオープン AI を提訴。オープン AI は2000万件のチャット GPT ログを証拠として出せって命じられそうになってる。訴訟ラッシュですね。クリエイターとして覚えておきたいのはこれ。 AI ツールを使って作品を作るなら、自分がどれだけ創造的な入力をしたかの記録を残しておくこと。プロンプトの試行錯誤のログとか、手作業での修正履歴とか、そこが著作権の分かれ目になりますな。ちなみに僕はキャラの絵も音楽も自分の作品のアレンジにしか AI を使わない。この動画の BGM も全部作詞作曲編曲を自分でやったものを AI でリアレンジしてる。アデリーのデザインも僕が描いたイラストを元にしてる。あれ？オーピーはスノの配信の時にみんなの前で作ったんじゃ。タチャ、嘘つきむ？作詞はしてる。4本目、アップルとグーグルが AI 戦争で面白い動きしてます。まず Apple、iOS17 でエクステンションズって機能を開発中で、Siri からチャット GPT だけじゃなくて Gemini、Claude、コパイロット、グロックとか好きな AI を選んで使えるようになる。iPhone でクロード使えるようになるんですか？設定パネルで切り替えるだけ。 WWDC2026 の6月に正式発表予定。Apple は自社で AI 作るんじゃなくて AI のアップストアみたいなプラットフォームになる戦略なんだろうね。一方 Google は Gemini にチャット GPT や Claude の会話履歴を丸ごとインポートできる機能を出した。 ZIP 最大 5GB、 完全に引き抜き作戦ですな。お引っ越ししむ？そう、 AI のお引っ越し、使い慣れた AI から乗り換えるの面倒だなっていう壁がどんどん低くなってる。いい時代ですよ。5本目、 AI がチャットの外に出てきました。外に出てきた。どういうことですか？ AI エージェントについては前に話したよね。デザインツールの Figma が MCP サーバーを公開して AI エージェントが Figma のキャンバスを直接操作できるようになった。クロードコードやカーサルから指示すると AI が Figma 上でデザインを作ってくれる。 MCP サーバー。ざっくり言うと AI とツールをつなぐ架空の USB ポートみたいなもん。前に初心者用語14選で解説してるけど、また今後詳しい解説動画を出すね。アンソロピックもクロードコンピュータユースの正式版を出した。名前の通りクロードが PC のマウスとキーボードを操作してタスクをこなす。 AI がマウスを動かすんですか？クリック、スクロール、文字入力、全部やる。 API がないウェブサービスでも人間と同じように画面を見て操作できる。アモムーの代わりにお仕事してくれるむか？あ、モモは仕事してないでしょ。ブロッコリー育てててるむ。それは立派な仕事だ。訂正します。冗談抜きですごくて、今までの AI ってチャット欄に文字を打って返事をもらうだったじゃないですか。それが AI が実際にアプリを使うフェーズに入った。ざっくり言うと超優秀なリモートワーカーを雇った感じですな。ラスト6本目、クリエイター向け AI ツールのアップデート2連達。まずミッドジャーニー V8α が出た。 4K ネイティブ出力対応、スタイル制御がかなり細かくなった。画質が上がるのは嬉しいです。そしてスノ V5.5 EI 音楽生成のアップデートです。実はスノのアップデートはこれまで配信で何回も紹介してきたんだけど、正直 V5 は個人的にはあんまり好きじゃなかったんですよ。あら、そうなんですか？
音質はいいんだけど生成精度が低くてバグが多い。特に自分の曲を AI でアレンジしたいっていうクリエイターにとっては惜しい出来だった。曲がバグる、4分以上の曲の再現性がない、ボーカルに一貫性がない。でも V5.5 では自分のボイスクローンで歌わせることができたり、自作曲の再現性が上がってるらしい。これは好印象ですな。自分の声で歌わせられるんですか？すごいです。来週実際に試して改めてレビューする予定なので、気になる方は次回もチェックしてください。ってことで今週の AI 通信6本立てでした。振り返ると、個人的に一番インパクトあったのはやっぱり AI 著作権の最高裁確定かな。クリエイターとしては AI を使うにしても自分の創造的入力を証明できるようにしておくのが大事ですな。私も気をつけます。アモムーの絵はアモムーが描いたむ。著作権あるむ。アモムが描いた絵はまあ著作権あるけど誰も欲しがらないかもしんない。ひどいむ。冗談。AI の世界は1週間で景色が変わるので来週もまたお届けします。どうぞ参考程度に。ではバイビー。